40分超えました。成本はまだ来てません。2012年から発売されていた本当に映った監視カメラというホラードキュメンタリーシリーズをご存知であろうか。監視カメラシリーズは基本的には監視カメラに映り込んだ不可解な現象や心霊映像を解明するホラードキュメンタリーである。しかし回を進めるごとに異質な心霊現象もさることながら、風変わりな取材対象者に遭遇する機会も多くなっていた。強い気持ちだけで白魔術を操る男。有名人幽霊をコレクションしネットで売買する水郷人。なかなか日中ここまで生活してると。生まれつき霊に取りつかれやすいアレルギーの持ち主。元の姿に戻ることを諦めたネクラな透明人間。男色霊との性交渉を良くする性的盗作者。自然霊を呼び出し日本の景気を回復させている男などなど、あまたの奇人変人の類の者たちの登場により、いつしか監視カメラシリーズはホラーという範疇から脱線し始め、得体の知れない道を突き進んでいった。そして2016年17作品目を持ち、シリーズは完結することとなった。その制作現場から半年後、監視カメラシリーズの制作プロデューサーであった有馬は、ある思いを胸にニコニコチャンネルを開局した。始める時が来ました。あれ、成尾さん。どうしました？成尾さん、成尾さん、成尾さん、うわ！遡ること2016年の4月、プロデューサーの有馬はとある心霊ドキュメンタリーの制作を進行させていた。事の発端となったのはとある投稿映像。それは今時珍しい VHS テープで、なぜかアダルトビデオに上書きされていた。まずはその映像をご覧いただきたい。
ノイズとともに画面が切り替わり、暗い森のような場所が映し出される。何かに怯えている撮影者の息遣いは男性だと思われる。そして森の中に着物を着た少女らしき後ろ姿があった。日暮が鳴いていることから時刻は日の入り後、もしくは日の出前だと思われるが、一体何を映し出した映像なのだろうか。そして撮影者は一体何に怯えているのだろうか。画面が切り替わり、貯水池らしき場所で何やら不気味なものが浮遊している。次に廃屋とおぼしき場所、黒い人影のようなものがある。これは霊の姿を映し出した映像なのだろうか。そして民家を遠目から映し出した映像。微動だにせずじっとこちらを見つめ立ち尽くす者たちの姿。その光景は異様である。赤い水の流れ、赤い空、そして昼間の山道の映像に切り替わる。行く手を阻むように黒い人影が数体確認できる。これも霊の姿を映し出した映像か。そしておそらくこの映像の謎を紐解く最重要人物。写真であろうか、小さな紙を包丁で切りつけている。再び怯えた息遣いが薄暗い部屋の中に響く。そこにも黒い影がたくさん映っている。
そして黒いアメーバのようなものが宙にうごめいている。最後にカメラに向かう2人の人物。近くで何かが燃えているのだろうか、煙が立ち込めている。そして目が光っているように見える。キレキレにつながれたこの作為的な映像には一体どんなメッセージが込められているのだろうか。そして誰が何のためにこのアダルトビデオに上書きしたのだろうか。有馬はタイトルを恐怖の絶対領域心霊獄門帳と名付け、その真相を暴くべく一人の新人ディレクターを人選した。その男の名は成本。彼はこれまでいくつかの映像制作現場に携わり、自身も心霊ドキュメンタリーのファンであった。しかし成本は突如として姿を消す。それは2016年7月上旬、調査が始まっておよそ3ヶ月後の出来事であった。心霊獄門帳はやむなくお蔵入りとなった。それからおよそ1年後、2017年5月、有馬のもとへ一通の封筒が届けられた。これが届きました。こちらは封筒の中には成本と共に消えたはずの VHS テープと一つの USB メモリーがあった。これが入ってたんですね。ちなみに、そこには成本 D の姿があった。封筒の差出人を確認すると、名は田中花子、そして住所はデタラメであった。念のため成本の筆跡と照らし合わせてみたが、それは全く別のものであった。全然違うんですよ。これやっぱ成本が書いたものでは多分ない。まあ確かに。ではこの田中花子とは一体何者なのか。教会カメラのディレクター寺内はまず USB メモリーに入っていた映像を確認することにした。そこには成本たちスタッフが問題の VHS 映像の投稿者にインタビューする映像があった。当時の関係者はアシスタントの谷桃さん、そしてカメラマンは井川氏であることが有馬プロデューサーの確認で断定された。お父さんがいつ亡くなられたのかお伺いしたのでよろしいですかね。確かあれですね、半年前の、秋頃だったかな、10月ですかね、はい、ぐらいだったと思いますね。投稿者の話では、幼い頃家族を捨て出て行った父親が亡くなったという知らせを受け、父親が住んでいたアパートへ遺品整理に行った際、このビデオテープが発見されたのだという。これがどういうものなのかっていうのをちょっと、ある程度その分かる方に調べてほしいなっていう思いで、そうですね、送らせていただいたんですけど。その他にも成本たちが調査を行う映像ファイルがいくつか存在した。しかしそれはどこか違和感を覚える内容が含まれていた。寺内は成本の消えた足跡をたどるべく、当時彼らがどういう取材をしていたのか、憶測の範疇ではあるが
検証してみることにした。あ、ダメ。何件目？多分ここはここは本物っぽいんですよね、雰囲気が。ダメ？また。あ、ちょっと止めちゃっていいですよ。いやいやいや、だってこれからでしょ。だってビデオありましたでしょ。ビデオありましただから次をこうなんとか見つけないと。本物みたいなのやるっつったじゃん。そう本物みたいな調査能力ないじゃないですか、俺たち。言わなきゃいけないっていう意思でのなんかうさんくさはあるんですけど、多分やらせっていうんじゃなくて、なんかカメラ向けられてる以上なんか喋らなきゃいけないっていう雰囲気で嘘を言ってるっていうわけではなくて、だからある企画に売りゃよかったんだよ。だから自分じゃない最初にこう中村監督や白石監督みたいになる、だから成本さんって多分嘘つきにくいタイプの人だと思うんですよ。だって映画撮るって言ってたじゃん。中村監督も白石監督も最初辛い中で成立させたからこういう風に成長してったわけじゃん。まだ一歩目だよ。元はすごいいいですもんね、本当の映像があって、そうそう、だから今回チャンスだからね。そこから探していこうって感じですよね。こんなんやってチャンスあるんすか。多分これも本音だと思うんですよね。だからこれと見比べて結局それ以降のとこですよ、問題は。どうぞ。あのビデオを撮影した人物、その方がどうやら働いてるようです。最初何度か電話してたんですけど、繋がらなくなってしまったんで、今日はちょっとここでさんが出てこられるのを待とうかと思います。要は張り込みです。なんでしょう、不安の表情がなすぎるじゃないですか。これから張り込みしてその対象者に会うのになぜか晴れ晴れしくなってるっていうのは、おそらくこうある程度自分の筋道があるからだと思うんですよね。多分あと1時間ぐらいしたら多分お仕事が終わっていつも出入りされてるっていう情報を聞いたので、あと時間でこの時計見る、これもういかにもなんか要は手持ち無沙汰なんですよ。もう段取りがある以上。でまずここの段階でね、圧倒的におかしいのは、こんなね人の向こうからも見える場所で今これおそらく時間として何時間、2時間以上は経ってると思うんですけど、こんなところそもそも張り込みになってないというか。いきなり何ですか？ちょっとお話をお伺いしたいんですけども、すいません、ちょっとだけお話、何ができるんですか。この対象者は逃げるってことはですよ、それは何か自分に不利のあるような状況、この人逃げる方が損なんですよ。ここで正々堂々としてる方が、こっちの方が確実に不審者ですから。追って行く、先行く。もしこれが本当だとしたら、もうこの時点でいないはずなんですよね、逃げてる方は。でも X は、まだ見える範疇で移動している。まあだとすると、ただただこう追いかけている、そのやり取りを長くしている、まあ尺を伸ばしているとしか思えない。そして急に焼けの綺麗なところに来るんですけど、こ
こで成本が復活してくるんですね。これどんだけ巻き返しやがって相当なんですよ。でまずこの通り自体を多分選ばれたロケハンされたものだと思いますよ。捕まえますよね、一回捕まえた後拘束しないんです。2人ともここまで来て逃げられたらまずいの、逃げてた人間をこんだけ手放しな状態します。で彼は何ですかあんたたちと言いながらじわじわと移動してきます。今更ですよ、ここまで来て何なんですかって。でこの立ち位置になりますね。ここが非常に撮影的におそらく撮影しやすかったんですよ、明るくて。なのでおそらくカメラマンの井川さんはここに来てほしいみたいなことを言ったと思うんですよね。なんか綺麗にこう揃うというか、何よりもこの逃げてる人が一番ここを目指してるんですよね。なんですよね。アダルトビジョン上書きしてあれ撮影した人なんですよ。さんのビデオのでこれ説明ですね、確認ですね。これ視聴者に向けての説明です。わざわざここに来て、言わなくたっていいんですね。で、テープ自体を見せますね。これ上書きして撮影した方ですよね。俺が撮ったんじゃないよ。で読みなさい。彼ここまでカメラが近づいてるにもかかわらず目線をですねカメラに見ずに、普通ここで一回カメラ見切りますじゃなくて、外して女性アシスタントの谷さんに行きますね。これは彼が役者であると、カメラを見てはいけないと育てられたというか仕込まれたというかと思っているんだと思うね。ただ買っただけだよ。ちょっと社長、裏のネットでだから買っただけだから。裏のネット？はい、こう裏のネット出ましたね。裏のネット、つまりこれはねよくあることなんですけど、ある程度先に字面で読んでるんです。おそらくそこには闇サイトって書いてあると思うんです。でも闇サイトがこの方おそらくパソコンとかをあまり使わない方なんです。それを自分の中で自分のオリジナルの変換したんです。で裏のネットとなったんだと思う。この独特な言い回しになってしまった。なんすか裏のネットって。なんか呪いのビデオがあるって言うから。俺はただこれ撮ったんじゃないんですか？違う、買っただけだよ。面白そうだったから。あのビデオ。ここは重要なのは彼のコメントをもらうことなのに、もう綺麗に収めようとしている。もはや絵作りまで意識できている余裕がある。最初面白半分でなんか呪われたら怖いなと思ったから見せたらどうなるかなって思うし。はい、ここすごいですよ。俺は狂気的な人間であるという演じているダメな役者のそれそのものでして、要は客観的に自分の役を見ちゃってるわけですね。いわゆるもう典型的なステレオタイプの変人を彼は何かで見たんでしょうね。その影響を受けていると。最初面白半分でなんか呪われたら怖いなと思ったから見せたらどうなるかなって思うし。非常に安易なお芝居ですね。これいわゆるモザイクかけてたら多少分かりにくくなってしまうんですよ。マスターテープを持ってて、それをこれにダビングして
映像見られてるんですか？見てないです。さんに貸したらさん亡くなっちゃったから怖くなって見れなくなっちゃって。それで逃げたんですか？我々は獄門町のスタッフであった井川氏、谷さん両名の連絡先を調べることができたが、井川氏とは連絡がつかなかったため、ひとまずアシスタントの谷さんを生放送の場に迎え、公開インタビューを試みることにした。では、谷桃さんです。どうぞ。じゃあこちらの方で。はい。はじめまして。よろしくお願いします。じゃあお座りいただいて、はい。ちょうど今にこう生配信で、はい、パチパチしていただいて、はい、ありがとうございます。はい。普段は役者でやってて、はい、お芝居をやってます。はい。ディレクターがなんですかね、自主制作の映画撮られてたりとか、あと舞台の演出とかされてて、で本人もちょっと役者もされてて、で役者仲間の先輩に、今その成本ディレクターがそのホラー系の番組を撮ろうっていうことで、ちょっと女の子を探してるんだけどっていう風なお話をいただいて、成本さんを紹介していただいてっていう。あれそんなんしてたんですか？そうですね、はい。いやもう僕はだからそういう仕事してるっていう話を人づてに聞いて、こういうのってなんかこう連絡先聞いてどうですかみたいな話をして進めていくんで、私もその先輩に紹介されたんで、成本さんのこと詳しく知ってるわけではないんですけど、去年から行方不明っていうのはご存知だったんですね。そうですね、連絡が取れなくなってしまってっていう形で、心配してはいるんです。あと送られてきた封筒をちょっと見ていただいたと思うんですけど、田中花子っていうキーワードとかなんかわかんないですかね。いや、全くその辺はわからないですね。私たちは、あれはもう本物の映像だと思ってるので、その映像を撮った人は誰なのかとか、そういう映像の真相について調べたいっていう形で取材は進んでたんですけど、あの映像をあの人が撮ったんじゃないかという話になって、でその映像を撮った人を探そうっていうふうにはなって話は進んでたんですけど、USB 送られてきた取材映像がありましてね、はい、やっぱ不自然な点というか。いやでももともとなんですかね、ちょっと変わった方だったので、変わってる感じは伝わりますけど、もともと本当にああいう話し方の方だったので、私たちはそんなに違和感を感じなかったんですけど。成本でこけたりするのも、でその後また追いついてくるじゃないですか。成り行きでああなったっていう。なるほど。何なんですか？そこは成本さんと私で、両脇は私たちは多少カメラを意識してポジションを取ってるので、真ん中にこう綺麗に収まったっていう形ですかね。谷さんは疑問に対し躊躇なく答え続けていたが、我々にはどうしても信じがたいある彼らの調査能力があった。それは成本たちはどうやって X をあぶり出すことができたのかということである。さっきちょっとコメントでいただいたんですけども、そもそも X さんにどうやってたどり着いたんだっけっていう質問があって、そこなんですよね。なぜあの人に行き着いたかというのはちょっと取材の USB の中には入ってなかったもので、
それちょっと確認したかったんですけども、その生投稿者の方にそのビデオの投稿者の投稿者の M さん、メガネ、黒縁メガネの方ですよね。そうですね、私は10件ぐらい回りました。生放送中にたじろぎ始める谷さん。そこでスタッフは彼女に仕掛けた。それはその不確かな経緯に関係性のあると思われる映像を谷さんに突きつけてみるということであった。これでもう一つちょっと谷さんにちょっと確信めいた映像をちょっと見ていただきたいんですけども、どうぞと素直に答えてもらいたいんですね。別に谷さんを責めてるだけではなくて、ただ本当のことをちょっと知りたいということを思い、じゃあちょっと次の VTR ちょっと流していただいてお願いします。さあ、今のなんですけども、そうですね、あれ何してるとこかっていうちょっと教えていただきたくて。ダウジングをしてるとこ。ダウジングですよね。そうですよね。ダウジングとは身近な道具を使い、人間の直感だけを頼りに答えを導き出そうとする、いわば超能力のようなものである。もともとディレクターにダウジングができるんですみたいな感じのことを言ったんですけど、その取材が行き詰まった時に、さっきの方が近いところまでさっきの方っていうのはX さん、X さんが近いところまで来てるんですけど、居場所がわからないっていうところでちょっと一旦行き詰まるっていうのがあって、でその時にちょっとダウジングで、東京にいることまでは分かってるんで、絞ってくれないかっていう風な、自分にはダウジングをする能力がある。谷さんは境界カメラのリスナーたちの見守る前でそう述べた。この時スタッフは心中でガッツポーズをとっていた。なぜならば彼女の防御に大きな隙が生まれたからである。単純に今成本ディレクターが全ての答えを持ってると思うんですけども、その本人がいないわけですから、その谷さんがダウジングができるのであれば、そのダウジングを使い成本さんを見つけ出すことができるっていうことになるんですよ。百発百中っていうわけじゃないんで、いやでも非常に面白い話だと思うんですよ。ちょっと iPad でやったことないんで、集中しないといけないんで、結構時間がかかる可能性は。時間ですか。そう、コンディションにもよるんで、ちょっと生放送でそれがちょっとできる。何かしらの理由をつけダウジングをすることを拒否する谷さんであったが、最終的には観念し生放送のカメラの前でダウジングを行うことになった。
僕もちょっと撮影させていただいて、その貴重な瞬間、その際スタッフは彼女の些細な動きも見逃すまいと放送用とは別にカメラを回していた。はい。iPad でやってみます。iPad でやりますか。はい。はい。もちろん広いですからね。はいはい。どうしたんですか？ちょっと。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ちょっと一回あれしますか。谷さん、谷さん、谷さん。あ、ちょっとごめんなさい。一回ちょっと一回止めましょうか。大丈夫ですか？はいはいはい大丈夫？よし。立ってるかな？奥に行きましょう。かな？はい、はい、あ、大丈夫です。行きますよ。はい、よいしょ。はい。向こう行きます。生放送はやむなくここで終了することとなった。それでは、じゃあまたご視聴ありがとうございました。では、来週どうも。しかし放送直後スタッフは谷さんにそのままカメラを向けていた。はい、お疲れ様です。配信は一応つながってます。はい。あ、じゃあ谷さんすいません。谷さん。大丈夫ですか？ちょっとこっちの方に行きますね。ちょっとお借りします。本当はどうなんですか？ちょっと生放送だったんで、ちょっとどこまで行っていいのかなっていうのが、ちょっとあしないとちょっと終われないなと思って。いえ。すみません。素晴らしかったと思います。その判断。はい、ありがとうございます。それで僕はそれで谷さんのことを完全に信用できます。だから谷さんも僕のことを信用してもらっていいですか？ちょっと厳しいやり方しましたけども、僕は本当のことが知りたい。じゃあちょっとそのインタビューをちょっと続けさせてもらっていいですか？はい。取材が行き詰まった時に成本ディレクターがもう谷桃は、ダウジングができるっていう設定で、X も、成本さんの知り合いの役者さんなんですけど、ビデオの撮影した場所もわからないし、結局もう真相がわからないままなんで、成本さんが、ビデオの映像に似たような廃墟をロケ地にして、そういう撮影映像を撮ろうっていう話になんかオチみたいなものを作ろうみたいな。そうですね。また連絡するっていうふうに言われて、そこから
連絡がなくて連絡取れなくて、で井川さんにどうなってるんですかって聞いたんですけど、ちょっとなんか、うやむやにされるような形で。繋がらない、なんか留守電になっちゃいます。あ、そうですか。はい、じゃあちょっとまた、今日遅いんで明日またかけていただいて、はい、ちょっとご協力いただいて、はい、何度か。その後のディレクター寺内の調査報告書にはこうある。8月5日の放送後に谷さんから重要な情報を得た。その場で井川氏に電話してもらったが出ない。その後も連絡が取れないままである。井川氏の痕跡は確認できている。アプローチ方法を詰め直す必要あり。8月19日、教会カメラ第3回目の放送日当日。我々の調べでは井川氏は東京で変わりなく映像の仕事を続けていることが分かっていた。不規則な仕事であるゆえ在宅の可能性は低いが、井川氏の自宅を直接訪ねることにした。で、そうですね、まずインタビューして、協力してもらいたいと、でこちらも井川さんのある程度のことを調べついてるんで、友好的な形で、関係を持ちたいんですということ。友好的に、で向こうも多分こうやってカメラ持ってくるだろうと思ってるんですけど、一応聞かれたら持ってきてはいますが回してませんし、当然素材も、言われれば消すこともしますし、それがまず話を聞く。そうですね、ちょっとなんとか友好的なムードで。そうです。言ってください。犬はめっちゃ鳴いてるんですけど、全然人がいる感じがしないです。犬ばっかり。じゃあさすがに一回切ります。いきます。行ってみます。鳴らそう。すいません、何度かご連絡してたんですけども、辻沢と申します。ちょっと私をですね、お聞きできればなと思ってるんですけども、ご連絡した件も少しで全然すいません、はじめまして、井川さん、寺内と申します。谷本さんに全部ちょっとお話しいただいて、大体のちょっと、谷桃さんからはちょっと大体獄門町の取材の流れを聞けたんですよね。谷さん、谷桃さん知ってますよね。知ってますね。でから井川氏は教会カメラの放送で自分の名前や映像が使われていることを初めて知り、不満をあらわにしていたが、我々ははばかることなく懸命に取材協力を懇願した。ちょっとお話だけでも。ここで喋るとあんまりなんで。そうでした。中とか。いや、中はちょっと。そうですね、すいません。じゃあちょっとすいません、ちょっと今回しますけど。いつも回す側だから回されてちょっと。そうです。で、ちょっとですね、まず何点か気になってるとこがありまして。はい。本当のところまず成本さんの知らないということですが。成本は知ってますよ。でも今の成本の行方は知らないです。それは事件性のあるものではないんですか？ないです。。それはなぜそう事件がないと？
件ではないから。井川氏がカメラの前で語ってくれた成本失踪事件に関する証言は我々の予想よりもずっと先にあるものであった。そのままですよ。ご家族とは私は連絡は取れてます。あ、取れてますか。その上で事件性はないというのが現状での判断なので、事件性はないです。落ち着き払ったその様子に彼がこの1年間成本 D についてさまざまな可能性を思い巡らせてきたのだという説得力を感じさせられた。さらに彼は成本と最後に取材に行った時の映像を所持しているのだという。厳密に言うとその時2カメで撮っていたんですね、私が撮影するカメラと成本が撮影しているカメラ2台あった。その放送しちゃってるわけでしょ。そうですそうです。そういう適当なこと言われちゃうとこっちも困るんで。そうなんですよ。だからそういうのやめてください。そうです。それを見せていただけるっていうことはできますか。できます。それちょっと急なお話なんですが、今日実はですねこれから、生放送ニコ生で生放送するんですね。で今のお話を改めて聞かせていただきたいのと、その映像っていうのをちょっと見せていただきたいっていうで、井川さんの口からこう説明していただきたいと。お願いできませんか。これから。はい。何時？これからです。9時から放送なんで今何時ですか。今6時50分です。なんでタクシーとかは全然間に合うと思うんです。新宿です。放送は。ぜひ有馬さんもいらっしゃいますので、ぜひ一度ちょっとお久しぶりに。わかりました。いいです。ありがとうございます。行きます。はい。じゃあこのままこの足でお願いしていいですか。行きましょう。じゃあタクシー。はいはい。はい。そうですよね。だからいらっしゃるんでそのまま。俺が入るんですか。どうぞお願いして。こんにちは。ちょっと来ていただきました。こうして公開生放送での井川氏に対するインタビューが始まった。じゃあ井川さんお願いします。8月19日教会カメラ第3回目の放送日当日。いやそもそもだからなんでこの放送の前の時点で私に連絡というかこう承諾もなく放送してるのかよくわからない。それでも何回か連絡してたんだよね。お電話してだってこの間の放送の後もしてたんだよね。してました。開始早々自分の映像を無断使用しているプロデューサーの有馬と険悪な雰囲気はあったものの、井川氏は我々の質問に誠実に返答してくれた。谷さんの証言の確認ですけども、都庁で追っていた X さん、あれはやっぱり谷さんの証言通り間違いなくやらせというか俳優さんを使ったシーンを撮られてたということ間違いないですね。そうです、やっぱりその成本さんの役者友達ということで、あの時その成本自身が行き詰まっていたんですよね。あの当時すでにそのビデオの謎を追うというプレッシャーですよね。その仕事の要求に対して答えきれずに、納期はだいぶ疲れたみたいで、だんだん焦ってきたんだと思うんですけど、成本の方から廃墟に行こうという話があったんですね。でそれは獄門町の取材でその VHS テープのことを調べていたんだけれども、 VHS テープの中身の映像、あれがもう分からないと、
取材してもたどり着かないっていう話になったんですよ。その辺を谷さんにも手伝ってもらって我々取材してたんですけど、もうこれは分からないで、ご存知だろうけど成本そんなにディレクターとして慣れていたわけではないんで、これ限界だというところで取材が止まってたんですね。谷さんはそこで一回もう仕事しなくなってたと思うんですけど、しばらくして成本から連絡があって廃墟に行くというのでついていったんですね。成本の計画としては廃墟をその VHS ビデオテープの撮影された場所と仮定して撮影をすると。それでは成本 D が消息を絶った日に撮影された映像をご覧いただきたい。そのまま行っちゃいます。井川氏の話ではこの日成本 D の案で投稿映像と似た場所をいくつか撮影し、あの不気味な家の正体を突き止めるというシナリオだったのだという。もう回しました。あの辺似てません？わかんないですけど、あの辺ですかね。もうちょい登ってみますか。はい。こっちの方が。こっち。ここ。どれでしたっけ？あ、なるほど。じゃあもう行きます。いやこっち側でそこで土生態でいいんじゃない？これじゃあこの辺に入る。あ、そうっすね。あれありました。間違いなくここです。このまま行く？じゃあちょっと行ってみましょうか。その後成本が指示する別の廃墟に移動し、カメラテストとして撮影されたのが次の映像である。いやでも、すげえ雰囲気があるからね。うわ。うわ。
懐中電灯弱くなってるかな。大丈夫。よいしょ。おお。中村監督のマネーションだったら迫力あるんだろうね。そんなやつ。だね。どうせだったら呪いのビデオでやりたかったわ。まあ本当中村監督好きだよね。本当会いたかったわ、中村監督。なんだっけ、アヒルとかもだっけ。本当はああいうのをやりたかったんだよね。何しろ猫の話。でも確かに中村監督のナレーションあったら説得力あるよね。2回行く？え？ 2回。2回行く？あ、ちょっと待って。あれ？なんかノイズが入る。は？あ、なんか取れてないよ。あれ？バッテリー？いや、バッテリーとかじゃなくて、ちょっと見て。ちょっと見せて。画面になんかノイズ取れてないかも。あれ？映ってる今。あ、今映ってる。あ、まあカメラテストみたいな感じで、実際どういう環境なのかっていうのを回しながらチェックしていた。で、私は正直そんなにこう霊感があったりとかいうわけではないんだけど、まあ、ちょっとここはやばいなっていうのがあってありましたね。生まれて初めてに近い感覚で、今ご覧いただいた映像は私が撮ってる映像だけど、はい、それとは別に成本自身もカメラを持つと、はい、で2人で廃墟内の中で写真をこうやってたところを探そうと。はい、その上で成本本人が撮影中消えてしまうと、はい、ディレクターが失踪してしまったビデオに獄門長をするという計画だったんですね。で、私はその演出のもと廃墟で撮影をしていました。順調に撮影が進んでいたんだけれども、ちょうどその日今日みたいに雨だったんですけど、成本本人がいなくなっちゃったんですよ。成本 D が描いたシナリオとは、あの不気味な民家が包丁の男性が住んでいた場所だと設定し、全ての要因がこの部屋にあるという内容であった。廃墟に侵入した成本と井川氏は男がいた場所を特定するため二手に分かれる。すると成本が突然悲鳴を上げ、井川が駆けつけると、そこに成本の姿はなく、成本のカメラだけが取り残されていたというものであった。獄門長は本当に恐ろしい映像であったんだっていう演出をするために、自らが成本自身が消えてしまうという計画のもとに撮られた映像をこれから皆さんにご覧いただきたいと思います。流れとしては、2人が別々なところにいて、1人がいなくなってしまい、カメラに取り残されてしまうと。これをですね、ちょっと素材を見せていただきまして、ちょっと非常に分かりやすく、成本さんのその時の様子、井川さんの様子も含めてですね、ちょっと失敗したテイクも含めて、3つのテイクをですね、普段見せないですけどね、見ていただいて、どういったことを、していたのかというのをちょっと見ていただきたいと思います。では、その VTR を3本続けてお願いします。はい、OK です。はい、回りました。はい。
井川さんカメラこれ使い方教えてもらっていいですか？いやだからこの赤いとこ取ればもう取れる。これ押したらもう取れてるってこと？これで OK ですか？ここ赤くなれば取れる。あ、はい、ありがとうございます。OK です。はい。じゃあ俺まっすぐ行くんで、井川さん左行ってもらっていいですか？ああ了解。こっち分かれるの。こっちで、分かりましょう。2つ。はい。井川さん。井川さん。はい。これカメラ触れてもいいですか？あ、合成？あ、全然平気。あ、カットカット。頭からワンカットでやり直した方がいい。ああ。了解です。はい、カット。回りました。はい。じゃあ男が包丁を使ってたところ、二手に分かれて探しましょう。はい。じゃあ井川さん左で、俺まっすぐ行きます。成本成本成本、あ、ごめん。あ、もうちょっと奥行った方がいいですか？そうだね。はい、回りました。包丁を持ってた男の部屋、二手に分かれて探しましょう。はい。はい。じゃあ気をつけて。俺まっすぐ行きます。直本、直本、どうした？直本、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 おーい、オッケー。直本、
成本がいなくなるという計画だったんで、あ、そうなんだと思ってたんだけど、約束したはずの場所に成本がいない。車の中でしばらく待ったんだけど戻ってきやしなくて、成本からはいなくなりますよと言われてましたし、まあ確かにこれは演出なんで有馬さんにも谷さんにも言う必要はないと言われてたんです。ただしですね、完成していればそれは腑に落ちるんですが、作品自体が未完成な時に行方不明してるってことですよね。これまだその仕込み中というか準備中という判断ですか？いや、わからないです。その編集に関しては今回は成本自身が別のスタッフを使って編集するっていう話だった。その後、寺内の調査報告書にはこうある。成本の目撃情報は依然としてない。成本は実家に隠れていて、田中花子の正体が彼の母ではなんてつまらない考えが浮かぶほど、現在取材は停滞している。9月16日、教会カメラ第7回目の放送で、スタッフは成本の実家を訪れた。あの方じゃないのかな。成本さんですか。雰囲気似てます。よく言われます。これなんですけど、心霊獄門町お仕事した作品のタイトルなんですよね。田中花子さん、なんか聞こえありますね。元監視カメラの金田と申しますけれども、成本さんと連絡取って会おうってなったのがこうな気がするんだよね。あっち側かな。ちょっとこれめっちゃ面白いですよ。もう汚れて古いですけど。じゃあ成本や。はい。どうぞ。成本好きだと。成本で。いきますね。お願いします。ここで機械となってた。成本さんですよね。寺内です。そうです。